どうも、こんにちは、レミコです。いや、今日はね、青空が広がってますよ。雲一つないっていう感じですかね。なんかまたトライアスロンの競技で、なんかあれだね、団体なのなんだかよくわからないけど、またせーので泳いでたね。開催危ぶまれたんですけどね。っていうか、危ぶまれたっていうか、なんちゅうか、やっぱり、あんまり良くないっちゅうんで、こう、日がずれたわけですよね。で、ずれたからって、じゃあ、どのぐらい綺麗になってんのって、どうなんって話なんですけど、まあ、その話はね、いいとして、はい。その話はいいとして、今日は何をやるかと言いますと、久しぶりに、モチーフ、ね、モザイク編みのモチーフの、新ネタ、はい、新ネタ、はい。昨日パパッと考えて、なんかこういうのやりたいな、パパパって、いう感じのやつをね、ちょっと考えたんですけど、チラッとお見せしますね。どんなものなのか、チラッと、まあ、こんな感じのやつをね、やろうかなと、思いまして、はい、一瞬だけでございますけれども、はい、お見せしましたけれども、今日はね、こんな感じのやつをね、やっていこうと思います。で、用意しましたのは、いつものカトナでございます。シェイプイエスカトナ、コットン糸ですね。50g125m、2.5から3.5ミリ。ということで、36面の26段という糸なんですけど、100% メルスライズドコットン。ね、でも別にどんな糸でもいいです。おすすめはもちろんコットン糸なんですけど、私の場合はコットン糸っつったらまあ基本カトナー使うんで、シェイプエースのカトナーを今回使いますけれども、カトナーが買えないっていう人がいっぱいいると思うんです。中華ほぼそうだと思うんですね。日本じゃ基本ないんで。はい、唯一置いてた店がちょっと今閉まってるわけでね。なので、日本では手に入らないって、皆さんおっしゃるかと思いますけど、何でもいいんです、結局は。何でも、コットン糸2色、はい、最低2色で、できますんで、お気に入りの、まあ別にコットン糸じゃなきゃいけないというコットン糸縛りは別にないんですけれども、できればまあコットン糸が一番いいかなっていう感じですね。モチーフを、まあ何に使うかにもよりますけど、もちろんだから、うーん、ブランケットみたいなものに使うんだったらもちろんウールの糸とかアクリルの糸とか全然 OK で、私もやるんでね、もちろんアクリルの糸でね、ウールではあんまりやんないかな。なんか別のことに使っちゃうかな、ウールはね。でも、何でもいいんですけど、でも基本的には、かっちりしたものを作るんであれば、バッグとかね、そういったものを作るんであれば、もちろんコットン糸がおすすめです。というわけで今回はこの色を使っていきます。404番っていう糸と503番ね、こちら2色使ってやっていこうと思います。では早速始めていきましょう。はい。最初はいつも通りでございます。はい。まあ二重にしろ一重にしろどっちでもいいんですけど、まあ一重でもいいかな。糸省略みたいなはい、一重でいきますよ。一重でね。はい。細編みの8目の輪の作り目をしますね。細編み8目で輪の作り目です。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。8目でございます。はい。で、ピューと引っ張って、ピューと引っ張って。で、この一重の時はね、緩みがちになるんでね、ぐっとね、ここね、クーッと引っ張って最後にねグッてね締まるんですよ。でそこまでギュッと締めた方がいいですね。はい。手応えが最後にグッてなるところがあるんで。はい。で1234567 8個目8個目の半目ですね。半目に針を入れます。はい。まあ筋編みするみたいな感じですね。はい。入れて、はい、色変えです。はい。一段一段色変わってきますからね。はい。で、ここで次の色を当てて、糸当てて引き抜きます。で、くるんでいきます。これと、こいつ。はい。まあ、この糸処理の一環ですから、糸処理をするしないは人によるかと思うんですけど、私はくるんでいきますよっていう話ですね。はい。こんな感じになりました。そしたら今、ここ立ち上がりましたね。立ち上がったところに入れずに隣の目に半目入れますね。はい。モザイク編みはいつも言うように基本的には
筋編みです。全部細編みはね。はい。なのでいちいち筋編みって言いませんけど、細編みっつったら筋編みでお願いしますみたいな。はい。1、2と入れます。で、これ角っこになるんで、ここに鎖編みを2つ。同じ目に針を入れて、ここに1つ細編み、はい、細編みで、お隣と、もう一つお隣に細編み。はい。角作ってますよ。四角にしていきますからね。はい。そしたら、1、2と角に入れて、で、また同じ目に入れて、細編み1、2、3と進めます。はい。3。で、3つ編んだら角っこ2つ。で、同じ目にまたぐさっと刺して、はい。細編みを1、2、はい。で、ここね、最初、ここ出したところ、同じ目にこう入れますね。半目で入れますね。はい。3と入れますね。で、角っこ1、2。で、ここ。最初立ち上がっただけなので、ここで最後細編みをしてあげなければいけません。で、こいつの、ね、出てきてる、糸が出てきてる根っこを探して、そこにぶっ刺します。はい。そこに刺して細編み、最後の細編みね。最初で最後の細編みです。はい。こんな感じですね。はい。最初立ち上がりしかしてませんから、細編みを入れてあげないといけません。最後に。はい。で、そしたらお隣の目。ね、今入れたのがここのお隣の頭に針をぶっ刺します。はい。ちょっと待って。その前に、はい。ここですね。最後の細編みを入れるときに次の糸を引っ掛けて持ち上げてあげなければいけませんでした。はい。すいません。忘れました。はい。で、持ち上げてあげますね。はい。で、これ最後の目。はい。で、そしたら、今編んだところの隣の目の頭に針を入れて、ポイで、次の糸を引っ張って引き抜きますね。引き抜いて止める。ね。これで立ち上がる。はい。こんな感じで2段目終わりました。で、立ち上がったら、この目は放置です。お隣の目に行きます。お隣の目から細編みを1、2としたら角っこ2つ。はい。で、ちょっと待ってね。これ引っ掛けやすいんだよね。はい。よし。はい。こうですね。はい。で、1、2。そしたら次は同じとこじゃなくてこっちですね。横ですね。ここから1、2と細編みを入れます。2つ細編みを入れます。で、そしたら3つ目は長編み引っ掛けて、ここの筋編みしてあるとこの筋に、まっすぐ下の筋に引っ掛けて長編みをします。はい。で、角まで1、2、細編み2つ。で、角っこ、鎖2つ。はい。ひっくりじゃないや。回転させて。で、また今度ここの目から1、2と入れたら、真ん中、長編み。はい。で、端まで細編みを2つ。で、角に鎖編み2つ。で、また新しいところ、辺に入ってきて、細編みを1、2と入れたら、真ん中に長編みで下ろす。はい。で、また角まで1、2で角2つ。はい。で、次ここですね。ここから1、2と細編みを入れます。で、最初の立ち上がったところ、ここをなんか入れてあげなきゃいけませんね。はい。ここ長編みが入ります。はい。最後長編みが入るので、引っ掛けて、で、ここ注意しなきゃいけないのは、根元のところですね。どこに引っ掛けんのっていう話なんですけど、こっち左側から数えた方がいいですね。引っ掛けてあるところのここ。引っ掛けてあるところから1、2って2番目のところ。ここですね。ここをかけます。で、ここにぶっといのあると思うけど、これはこっちのぶっといのつか、こうでかいのあるんだけど、これはここの隣だし。ね。で、ここです。
左から数えて1、2番目。右から数えても2番目なんだけど、右からのがちょっとね、立ち上がりとかがあって、ちょっと分かりづらいから、左から数えて引っ掛けてるところの次から数えて1、2番目ですね。ここが真ん中の位置になります。で、左に少し寄ってるんで、右にこう、矯正しつつ引っ掛けて、で、最後抜くときに次の糸をこう引っ掛けてあげて持ち上げます。はい。はい。これで3段目が完成です。はい。3段目が完成しました。終わりました。で、そしたら隣の目、今編んだところここの目なんですね。ここの目じゃなくてその隣の目、この隣の目に針を入れて次の段の糸を抜きます。はい。抜いたらちょっと引っ張ってほんのりちょっと締めてもらってね。はい。そうすると真ん中に十字みたいにこんな感じで入ります。はい。で、そしたら引き出してね、今ね。で、立ち上がると。で、立ち上がったら、ここを放置して、ここ隣いきなり今度は、長編みになるんですね、ここの段は。はい。ここの段長編みになるので、ここをね、こう、この端っこですね。一番最後、前々段の一番端っこです。ここに引っ掛けて長編みをします。はい。で、最後に一つ残ってる前段の鎖編みのところですね。ここに入れて細編み一つで角っこ。はい。で、ここにまず一つ細編みをした後に長編み、前々段の端っこ。はい、ここですね。ここに入れます。はい。で、そしたら細編みを3つ。3つしたら、また今度一番最後ね、最後になるんで前々段の長編みをここに入れます。で、また1個細編みをして角に鎖編み2つで、ここにまた細編み1つ入れたら長編み、前々段の一番端。はい。で、3つ細編み1、2、3。はい。で、長編み。で、角っこっていうか、一番ラストのとこですね。はい。ここに細編みをして、はい。で、1、2と編んで、またここから1つ細編み入れたら長編み。はい。で、細編み3つ。はい。で、長編み、細編み、鎖。で、こっち来たらまた細編み1つですぐ長編み。はい。長編みをして、で、細編みを1、2と入れて、で、最後のここの目が最初の目ですね。最初の目に最後入れてあげます。細編み。はい。糸が出てきてるところの穴にこうグッと。で、この時に次の段で使う糸を引っ張り上げながら細編みを入れます。はい。で、ギュッと引っ張って。はい。こんな感じになってますね。はい。角っこが四角になるような感じです。はい。で、そしたら、ポイ。はい。糸換えをして、今入れたとこの隣長編みの頭に針を入れて、次何段目1、2、3、4、5段目ね。5段目。引き抜いて、立ち上がると。はい。で、立ち上がったら放置で、隣に行くんですけど、さあ、ここも長編みになります。はい。ここも長編み。ここも長編みです。はい。長編み。で、角っこ1つ細編みをして、1、2。角っこ1つ細編みをして、長編み。はい。で、そしたら、
一つ細編みをして一つ長編み、一つ細編みをして一つ長編み、一つ細編みをして一つ長編み、交互ですね。この段はね、交互に細編みと長編みを入れていく感じの段になります。はい、じゃあそんな感じでこの段を編んでいきます。はい、細編み、長編み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 、細編みで鎖と、はい、こんな感じでいきます。はい、ここまで編んできました。この段の最後の方まで来たんですけれども、ここですね、最後の長編みを入れるところ、ここが前段の立ち上がりの場所になってるんですね。そうするとこの横に渡ってる最初というか一番上のここを引っ張ると、ここが穴開いちゃうんです。ガーンとこう色がポーンと前段の色がここに出てきちゃうので、それを防ぐためによく見るともう一段下に横に入ってる糸があります。ここです。はい、最初のここではなくて、こっちはなくて、こっち側下の方の糸、こいつに引っ掛けて長編みをします。最後はね。はい、で最後こうか、これ入れて、で最後細編み入れますね。はい、ぐっと糸が出てきてるところに入れて、ぐいっと入れて、で引っ掛けて、はい、最後の細編みをします。はい、でそしたら前段の糸ギュッと引っ張って、はい、こんな感じ。5段目終了時点でこんな感じになってると思います。はい、次です。隣の目に針を入れて引き抜いて立ち上がると。はい、立ち上がったらそこはもう、最後まで編まないので、すぐお隣に行きます。でお隣、ここはどうするのかっていうと、ここも長編みになります。はい、長編み。はい、で角っこは細編み。はい、で1、2と。で細編みを入れて長編みを入れて細編み1、長編み1。はい、でここは細編みを3つ、1、2、3で長編み、細編みで最後ここが長編み。はい、で一番最後に細編みを1つ入れて1、2、この段はこんな感じになります。はい、こういう感じですね。はい、ここ真ん中四角残して、あとはこう筋にするだけっていう感じなので、この段はじゃあこんな感じで編んでいきます。はい、この段の最後の方まで編んできました。ここも最後の長編みを入れる時に前段の立ち上がりの場所になるので、ここではなくてそのさらに下、これですね、ここにあるもう一本横に走ってるところ、ここを拾います。はい、はい、これで出来上がりますね。はい、でそしたら隣最後の目、最初で最後の目にぐさっと刺して引き上げながら細編みを入れます。はい、これで何段 ?6 段 ?1、2、3、4、5、6、6段ですね。はい、で次隣、またさらにお隣に入れて、おどどどどどど、これはあっち側で、はい、でお隣入れたらまた次の色を引き出します。はい、で立ち上がったら次も長編みです。はい、長編みを入れて細編み、鎖、鎖。はい、じゃあこの段は細編み、
長編み、糸が割れないようにね。はい。長編み。で、細編み。で、ここは、どうすんだっけ。ここは長編みだね。長編み。はい。長編み。で、細編み、細編みと2つ入れたら長編み。真ん中に長編みを下ろします。はい。こんな感じですね。細編みを2つ入れて、長編みを1つ。細編み1、長編み1。はい。で、細編みを最後に1つ入れて、鎖、鎖という感じになります。はい。この段はこんな感じですね。はい。じゃあこんな感じで、7段目。はい。7段目を進ましていきます。はい。7段目の最後の方まで来ました。ここも同じです。ここも長編みするときに前段の立ち上がりの場所なので、ここではなくてもう一つ下のここですね。はい。こっちを拾います。基本的に前段が、立ち上がりの場所だったところから拾うときは、ね、こういう感じ。全部そういう感じになります。はい。ぐさっと刺して、はい。引き上げて、はい。最後の細編みを編み入れました。そしたら、隣に針を入れて、また糸を変えていくんですけど、また手前で、はいはいはい。はい。はい。引き出して、立ち上がります。はい。立ち上がったら、はい。ねじれてんなと思ったら、ちょっとこう回転させてね。はい。回転させたら大丈夫ですから。はい。うん、私はね、いつもこうやってね、ほどいてますよ。うん。ねじれをね、ほどくのはね、こっちを回すっていうね。はい。で、次はさすがに細編みでございます。はい。細編みを2つ。はい。大丈夫か。はい。細編み2つで鎖、鎖。で、そしたら、ここは、細編みが1、2、3、4、5ですね。はい。5。5つ細編みをします。そしたら長編み。はい。で、細編みをまた1、2、3と。今度3つ。1、2、3。で、長編み。で、また細編みを1、2、3、4、5と入れますね。で、角っこの鎖編み2つ。はい。この段はこんな感じになります。はい。細編み5つに長編み、細編み3つで長編み、細編み5つ。はい。こんな感じですね。はい。じゃあこの段を編んでいきます。1、2。はい。8段目最後の方まで来ました。ここは最後は普通に細編みでいいので、1、ね、長編み編んだ後に1、2と細編み入れて、3番目で、ここですね、最後の目を入れてあげます。ぐすっと刺して、引っ掛けて、はい。これで細編み。はい。これで8段目が終了しました。とりあえず、ちょっとこんな感じになりましたよ。っていうことでね。はい。はい。こんな感じです。はい。じゃあ次、9段目。9段目。お隣に針を入れて、引き抜いて、立ち上がる。で、立ち上がったら、そこの目は放置で、隣の目に入れます。ちょっと待ってね。これは下ろさなくていいね。はい。これは下ろさなくていいね。はい。大丈夫です。1、2と細編みを入れて、1、2と鎖編みをします。で、そしたら、1、2、3と細編みをします。細編みをしたら、ここは下ろします。長編みです。はい。長編みがここに入って。で、そしたら、1、2、3と細編みをして、長編み。1細編みして長編み。はい。で、そしたらまた3つ細編みを入れて長編み。で、3つ細編み。はい。こんな感じです。これ9段目
はい、9段目ですね。9段目はこんな感じですね。3つ細編みをして長編み、3つ細編みして長編み1つ、細編みをして長編み、3つ細編み、1つ長編み、3つ細編み。はい、こんな感じです。じゃあこの段をこれで編んでいきます。はい、9段目最後の方まで編んできました。ここの最後の長編みのところも前段の立ち上がりの場所なので、横に線が入ってるところのさらに下、ここに長編みを編み入れて、でお隣最後の細編みを糸を引っ張り上げながら入れて、はい。で、9段目終了ですね。はい。全部で何段だ今回は。17段ぐらいだったかな。何段だったかね。あれちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15段だ。15段。はい。今回は15段になるので、これで、半分以上過ぎてるんですけど、長さがね、どんどん長くなっていくと、時間がかかりますから。はい。で、隣にぶち込んで、はい。はい、糸を抜きます。で、止めて立ち上げて。で、そしたらまたお隣の頭。はい。ここはお隣の頭ですね。はい、頭ですねって。頭ですねっちゅうか、なんちゅうか。細編みですね、普通にね。はい、すいません。細編み2つで鎖編み。はい。じゃあ、この段、どうやっていくかっつうと、細編みを1、2、3、4、5と入れますね。はい。5と入れたら長編み。はい。こんな感じで入ります。はい。で、そしたら1、2、3、4、5、6、7。はい。7編んできました。細編みを7つ編んだら、ここに、はい。1つ長編みを入れます。はい。で、そしたら端っこまで5つ細編み。はい。はい、こんな感じですね。10段目。10段目はこんな感じになります。5つ細編み、1つ長編み、7つ細編み、1つ、長編みで、5つ細編み。はい、こんな感じになります。じゃあこの段はこれでやっていきます。はい、10段目を編みました。で、次11段目。はい。隣、ここ、立ち上がったところですね。立ち上がって最後の目を入れたところですね。ここ、隣、その隣に入れて、はい。引き抜いて立ち上がって、その目は放置で、お隣に行くんですけど、お隣に行くところで、ここはまた長編みだな。うん、長編み。はい。長編みを入れ、細編み。で、鎖、鎖。はい。で、細編み。この段は細編みを入れて、長編みを一つ入れて、で、そしたら、ですね、こう見るとこうだから、はい。で、一つ細編みをして、一つ長編み。はい。で、細編みを3つ。で、長編み。細編み。長編み。細編み。長編み。細編み。長編み。はい。で、細編みを3つ。1、2、3と入れたら、長編みを1つ。細編みを1つ。長編みを1つ。で、最後の細編みを入れて、角っこ、鎖、鎖でございます。はい。この段はこんな感じですね。ちょこ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 下ろしてますけれども。はい。こんな感じで下ろしていきます。はい。では、編んでいきます。はい。はい。この段の最後も、
前段が、立ち上がりのところを拾っていくので、この横のここの線ではなくて、その下のところですね。下のところを拾って、はい。で、最後、ブスッと刺して、はい。持ち上げながらね、次の糸を持ち上げながら、細編みを編み入れます。はい。これで11段目だね。はい。11段目終了。次12段目。はい。ブスッと隣に刺して、引き抜いて立ち上がって、この目は放置で、次のお隣は細編みを2つ。で、鎖2つ。で、細編みを3つ。1、2、3。と編んだら、ここ一つ長編みを入れます。長編みを入れて、はい。で、細編みをして長編み。はい。で、細編みを5つかな。1、2、3、4、5個入れます。はい。で、真ん中のとこですね。真ん中、ここ一つ下ろします。はい。で、また5つ細編み。1、2、3、4、おっとと割れないように。5。はい。で、ここ下ろして、長編み。で、細編み、長編み。で、細編みが3つ。はい。この段はこんな感じになりますね。はい。角っこ。はい。こういう感じになります。はい、角から3つ細編みして長編み、1つ細編み、1つ長編み、5つ細編み、1つ長編み、5つ細編み、1つ長編み、1つ細編み、1つ長編み、3つ細編み。はい。じゃあ、この段はこんな感じで入れていきます。1、2、はい。12段目編み終わりました。12段目のここのところの最後の長編みも前段の、立ち上がりのところなので、気をつけるようにしてもらって、はい。で、隣、はい。最後の入れた目の隣に入れて、次13段目。はい。13段目。はい。立ち上がったら隣なんですけど、隣今度は、はい。長編み長編みで細編みが1で角っこ鎖。はい。はい。細編みが1、長編みが1。はい。で、次は細編みですね。ずーっと細編みの1、2、3と細編みをしたら長編み。はい。3つ細編みをして1つ長編み。はい。で、そしたら1つ細編みをして1つ長編み。1つ細編みをして1つ長編み。はい。で、そしたら5つ細編み。1、2、3、4、5。はい。で、長編み1つ。細編み1つ。長編み1つ。はい。で、そしたら細編みが1で長編み。で、細編みが3つ。で、長編み。で、最後に細編みをして角っこと。はい。こういう感じになります。はい。細編み1、長編み1、細編み3つ、長編み、細編み1、長編み、細編み1、長編み、細編み5つに長編み、細編み1、長編み1、細編み1、長編み1、で、細編みが3つで、長編みで細編みと。はい。こういう感じです。じゃあ、この段をこんな感じで編んでいきます。はい。13段目編み終わりました。なので、そしたら隣の目に針を入れて14段目いきます。はい。14段目。はい。引き抜いたら、隣の目に細編み、もう一つ細編みで角っこ。はい。で、ここなんですけど、この段はですね、細編みが長いですよ。はい。何個細編みだろう。真ん中あたりまでずっと細編み。2、3、
4、5、6、7、8、9、10、11。はい。11細編みします。で、そしたら1つ長編みをして、3つ細編み。はい。で、1つ長編みをして、はい。で、ずっと細編み11個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。で、角っこ2つ。はい。ここはこんな感じです。シンプルですね。はい。というわけで、この段はこんな感じでちゃちゃっと編んでいこうと思います。ねじれ、ねじれ、はい、ねじれ解消。はい。はい。じゃあ14段目まで編んできましたね。はい。で、次の段が最後になるので、この、どっちだい？次の段が最後。次は茶色で終わるから、白いのは切る。白っちゅうか、なんちゅうか。はい。切ります。はい。で、茶色が最後でございます。はい。最後の段。はい。で、隣にブスッと刺して、引き抜いて、止めて、はい。で、こいつは巻き込んでいきますね。はい。で、最後は、細編みを1、2と入れます。はい。で、1、2と。で、こっち側来て、こっち側どうなんだっけな。こうか。1、2、3か。はい。細編みを3つですね。細編みを1、2、3と入れたら、長編み1つ。はい。入れます。で、そしたらまた細編みを3つ。1、2、3。はい。で、そしたら長編みを1つ。はい。で、細編みを、よいしょ。はい。細編み1つ。長編み1つ。はい。で、細編みを1、2、3、3つですね。1、2、3と細編み3つ入れたら長編みを1つ。細編みを、ちょっと待って、こいつ。はい、もういいや。はい。細編みを、させ。邪魔。はい。細編みを1つ。長編みを1つ。はい。で、細編み3つ。1、2、3。で、長編み、細編み、長編み。はい。で、そしたら細編みを3つ。長編み1つ。細編みを3つ。はい。で、角っこ。はい。こんな感じですね。はい。最後の段はこんな感じになります。じゃあ、これを編んでいきます。はい。はい。最後の1目を編みました。はい。これで完成ですね。このモチーフはこれで完成になります。で、最後、ちょん切って、ピューッと出して、ね、ちょっと、ね。はい。で、糸処理。糸処理はすぐいわゆるお隣の目ではなくさらに2つ目ですね。2つ目に刺しといて、はい。で、鎖目の、はい。鎖目の糸処理っていうか、なんつうの、閉じ方か。はい。閉じて、はい。で、一回こっちに戻って、はい。こうですね。はい。こういう感じで。はい。
であとはご自由に糸処理をっていう話なんですけど、こっち行ってもいいしどっち行ってもいいし、まあ流れ的にこっちに行くのが自然なような気はしますが、はいはい。であんまり引っ張りすぎたらちょっと調節してもらって、はい、ちゃんと一目になるようにね、これ今つなげたところが一目頭になるように、はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じでいいと思います。はい。でそしたら、はい、直近します。はい、出来上がりました。どうでしたろう。こんな感じの今回は柄になりました。でこれはサイズ的にはね14センチぐらいあったかな。14センチぐらいで結構ちょい大きめのモチーフかな。10そんなにないか、13センチ弱、14センチはないね。そうだね。13センチ弱のモチーフ。でね、私ね、実はこれよりもね、一回り大きいモチーフも作ったんですね。この柄で。で、この辺の感じがちょっと違うんですけど、ここの基本の中心のところは同じで、周りちょっと違うやつを作って、それは一回り大きいからね、14センチぐらいあるんだけど、こっちは 12.8 ぐらいのサイズ。で、これで、いろいろ作れるんじゃないかなと思いますよ。バッグとか作るんでも、四角でこのままつなげてもいいし、斜めにつなげるとこうなるわけですね。こういう柄になるわけです。で、これがいっぱいつながる。私はね、どっちかって言ったら斜めでつなげる方式のバッグあるじゃないですか。あっちのがどっちかって言ったらおすすめかなと。私はね、それを作るつもりで、またね、あのバッグをね、作るつもりで、一応ちょっと絵を考えたんで、こっちの方がちょいおすすめかなと思います。まあ好みなんですけどね、これもね綺麗に一応見えるっちゃ見える。蝶々みたいだな。蝶々みたいだな。蝶々苦手なんですけど私ね。でこっち私基本こうやって使おうと思って今回作ってみました。今回はこの柄は四角を組み合わせようなんて思って作ったんですけど、はいね、この四角全部四角でできてますよっていう。まあ基本的にはねモザイク編みなんで四角なんですけど、まあ普通に四角で作れる、四角を組み合わせてたらこうなったみたいな感じですかね。はい、こんな柄をちょっとやってみました。どうなんでしょうね。今ねなんでこうやってね動かすかっていうとね、ちょうどねこのね画面の真ん中のところにねこうアームがねこうやってバンと上がくっついてるわけですよ。携帯のね。見えないのよ。ごめんなさいね。ちょっとずらしますよ。はい。こんな感じですね。はい。で、これをですね、私、どんな、ね、この色もいいね。でも今思ったけど、この色もなんかちょっと大人っぽくていいんだけれども、私今回はね、どういった感じでバッグを作ろうかなって考えてるか、ちょっとこうですね。はい。じゃん。はい。グラデーション、黄色でやっていこうと思います。黄色ってさ、いや、黄色じゃなくてもあれなんだけどさ、なんかゴージャスな感じがするよね。ね、同じなんですけど、これちょっと引っ張って止めておいたんでね、ちょっと伸びてるかもしれないんだけど、まあ同じように編みました。こっちのがでも若干ちょっときつ手で編んでるね私ね。ものによるんですよ。そうこれはほら毎回色変えしてるからさ、そうするとほらこうやって糸処理いっぱいしなきゃいけないから、なんとなくほんのりちょっとでかくなっていくわけよ。そうなのよ。こっちの方がでかくなりづらいんだけどもね。はい。まあちょっと同じように編んだのになんかこんだけ同じ差があんのかみたいな。あら本当は気をつけないとね編む時ね。はい。なので私はこっちでねちょっとねこういう風に使ってバッグをね作ろうかなとちょっと思ってますよということでね、今回はなんか本当になんか蝶々みたいなんでもねこうやって見るとね、やだな、蝶々だと思うとそれにしかなんか目に見えてきた、やだな、なんだこの柄、まあいいや。はい、というわけで今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。もしよろしければこの柄何か利用してみてください。またアレンジしてもらってもいいとは思いますが、はい、モザイク編みをまた、こういう形でいろいろ編んでいこうと思ってます。ということでね、では、ここまでご覧くださいましてどうもありがとうございましたってさっき言ったような気もするけど、はい。というわけで本日はここまで。では、さよなら。いやね、この前ね、いつだっけ、数日前にね、やっと日本からの荷物が届いたのよね。
こっちに戻ってくる前日前々日ぐらいに出して、前々日かなに出してるから3ヶ月以上かかったね、船便で。珍しいこんなかかるっていうのはね。まあその話はどうでもいいか。はい。まあその辺の話ちょっとね、おまけつけとくわ。おまけつけとこう。これじゃあね、はい。おまけっていうことで、はい。おまけいきます。うまい。おまけって言ってたね、それね。おまけ。いや、ほんとでも、やっと届いたわって話なんですよ。せんべいがね。これですよ。私の大好きな技のこだわり。うめ。これ以外にもね、頑固一滴と、なんだっけ、堅物も入ってました。ちなみに頑固一徹は今回、頑固一滴は紫のやつね、関東限定のやつですよ。あれはね、今回むっちゃ気に入ったんで、2つ入れといたんですね。で、荷物が届いたのが3日ぐらい前かな。3日ぐらい前か。1袋食べちゃいました。うまくってさ、あれがまたさ、これも美味しいんだけど、でさ、今回の荷物ってちょっと笑えてさ、いや、日本で送った時、まあ普通に送ったんだけど、いつもよりも小さい荷物だったから、で、何も考えてなくて、大きい荷物の方が引っかかりやすいかな、ちっちゃい荷物だったらサクサク来るかなと思ったら逆だったね。小さい荷物だったのに、むっちゃ時間かかったわ。で、それがさ、どうやって届いたかっていうと、普通はさ、あれなのよ。いつもね、U パックの特大の、一番大きいサイズの国際便のね、用のでっかい箱ね、特大のやつ。あれを使って送るんですよ。あれだとマックス30キロ、入るんで、まあ30キロまで入れることないけどね、むっちゃ高くなるし、だいたいまあ10キロ台後半行って、最近20キロぐらいになること、前は20キロまでだったの。そう。だからね、20キロ以内に収める癖がついてるっていうか、でもね、あの箱で30キロはなかなかね、相当重いものを入れない限り、そうそうならないと思うんですけど、だいたいいつもね、20いかない、16キロとか17キロとかそのぐらいで送るんですね。でも今回はね、本当に少なくって10キロもないぐらい7キロぐらいしか送ってないんですよ。本当に荷物に入りきらなかった分をもうしょうがないっつって、ペットボトルのさ、6本入ってるやつに2リットルの6本入りのやつ。あれの箱のサイズですよ。あれを送ったんですね。で、すぐ届くだろうと思ってたら、まあ届かない。まあ船便なんだけど。届かない。で、やばいな、届かないな、どうしようかなって思ってたらようやく届いて。で、散歩に行こうと思った家人から電話がかかってきて、下からね。ほいで、荷物届いてるんだけど、郵便箱っていうかその郵便受けあるじゃないですか。の郵便ポストに入ってんだけど出ないっていうわけ。はと思って、入ったんだったら出るんじゃないって思うじゃないですか。違うんですよね。郵便局の人って共用のキーあるじゃないですか。郵便箱のね。で、郵便箱っていうかその郵便、受けの郵便ポストか。ポストの、あれって、郵便局の人って、こう、一面の、なんつうの板がこう、全部が開くやつを持ってるわけですよ、鍵をね。なんていうの各家の家庭のその、一つ一つを開けるんじゃなくて、もう郵便ポストの一番面のやつがペローンと一枚全部開くようになってるわけですね。で、その鍵を持ってるわけですよ、郵便局の人って。で、なんかバコーンと開けて荷物入ったんだよね。段ボールが、ペットボトル、2リットルペットボトル6本入りの箱が、郵便のポストに入ったん。それでバーンって閉めたん。閉めたはいいんだけど、郵便のさ、なんていうのこの前のところ、パコンって開けるところあるじゃない。それを開けたら、出ないんですよ。出ないんですよ。要は、郵便ポストのサイズよりも扉の方がちっちゃいわけだから、一回りね。だから、箱には入るかもしれないんだけど、ね、郵便局の人はバコーンって開けるから、それはバッて入りますよね。でも、私ら出せないんすけど、みたいな。しょうがないから、うちの家人が下から、カッターか、ハサミ持ってきた方がいいよ、つって、箱出ないから、つって、なぬと思って、そういうことか、と思って、で、下降りてって、
でまあビャーっとしょうがないから開けて、その場で開けてダーッと中から物を引き出して、でそれで箱はもうその場で崩して、で散歩行く家事にね持ってってもらって捨ててもらったんだけど、その場でね、いや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 盲点だなと思ってあのサイズで送ると、郵便のポストに入れてくれるんだって。いつもはでっかいのだと、本来はだよ。本来は家の、玄関まで持ってきてくれるのが普通なんですよ。本来はね。彼らの仕事としては。だけど、人員が足りないだろ、なんだろ、かんだろとかって言って、なんかね、不在票入れてくのよ。いるのにだよ。いるのに。でね、何月何日何時に来たアブソンってね、その不在って書いてあるの。ふざけんなって確認もしてないくせに、不在って書いて持ってくわけよ。あの人たち配る気ないのよ。だから、持ってきてんのよ、荷物は。持ってきてんの。だって郵便局に行くと、今持って回ってるわって言われるんだから、タイミング悪いと。で、そうすると、もう、持って回ってるんだけど、各家に回るのが面倒だから、郵便受けに全部不在票入れてくんだよ、あの人たち。だから荷物全部持って帰るわけよ。バカじゃないのって思うんだけど。で、それで郵便局に文句言ったことあんのよ。絶対いるのに、なんで一度も持ってきたことないよって。はっきり言って、日本から送った荷物が、まともに家のポスト、もしくは家の玄関まで届いたのって今回が初めてです。そういえば。二十数年ここに来て、毎年毎年荷物送ってますけど、家の、まあ基本的に郵便ポストには入らないからね。うん。だけど、初めてじゃないか。前管理人がいるところだと管理人に持ってってくれるのね。でも管理人室がないところだと、持ってきてくんないわけですよ。置いてってくんないから、管理人室があれば管理人さんが預かってくれてってのあるんだけど、それじゃない限り、そういうのがない限り、もう全然もうだって部屋番号まで書いてあるのに、もう絶対持っとかないわけ。もう絶対もう不在票が入ってんのよ。でも、そういう管理人さんがいない状態で、家のポストまで入れてくれたっていうのは今回が日本から送った荷物で、箱で送った荷物で入ってたのは初めてだね。うん。でっかいやつを家まで持ってきたことない。うん。で、必ず取りに行かなきゃいけないわけ。十何キロのものをね。ふざけんなって話ね。それで郵便局に文句言ったことあるのよ。そう。それで文句言ったわけ。家に絶対いるのになんで絶対持ってこないよねって言うわけよ。いつも不在票入ってるけど、不在だったことないんだけど、つって、いつもいるんだけど、つって言うと、向こうの言い訳としては、人がいないからとか、人が足りないから、配る人も大変だからとか言って、お前ら何言ってんだよって話じゃない？なんかね、基本的にはね、こっちの国っていうのはね、あれなんですよ。例えば一人一人の働く時間を短くして雇う人を増やしましょうっていうんで、週35時間労働っていうのをやったわけ。でもね、週35時間労働なんかにしたってさ、雇う人増やすわけないわけよ。雇い主はさ、郵便局だってそうなんだけど、増やすわけないわけ。だってさ、働く時間が短くさせられたんだから、だけど、それ幸いに、これ幸いに、そこで人員を増やすんではなくて、人員増やして、いつもの、今までのその営業通りにして、人員を増やして、賄うんではなくて、人員を取るとお金がもっと出るから、取らずに営業時間を短くしたわけよ。こっちは。だからそんなの最初から分かってたんだけど、週35時間なんてやったって、人なんか増えないよと。ね。失業率下がらないよと。ね。むしろ働く時間短くするだけだからっていうか、例えば営業っていう面で見れば、例えば銀行が週に4日しか開かないとかね。ほんとそうなのよ。うん。今までだって銀行ね、週にね、4日半ぐらいしか開いてなかったのがね、全部潰れて結局4日しか開かないっていうね。うん。そう。そういう感じになるわけ。だから営業時間短くする。仕事する時間短くするだけだから。で、その状態ですよ、結局。で、それで、あの家までわざわざその一個一個全部回れないみたいなね。何言ってんのと思って。そういうとこですよ、フランスっつうのは。まあでも日本もそうなってくんじゃないですかね、どん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 ね。うん。うん。なんかそれ臭いですよね、日本もね。だん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 、だから変なとこばっかね。なんかさ、外国かぶれしちゃってさ、みたいなさ。もともと日本のあったそのサービスとかっていうのも民営化することで全部ダメになってくっていうさ、やっぱりさ。
だからライフライン的な郵便だってそうじゃないですか、結局。そういうところまでね、民営化してね、採算取れないでね、全部やられちゃうと。ね、鉄道もそうですよ。もう地域がほんと死んでっちゃうね、どん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 。うん。うん。だって毛細血管で末梢の血管だったみたいなその田舎の地域みたいのがさ、全部そこから壊死してっちゃうわけよね。だってこの血管の血が行き届かなくなるのと一緒なわけだから、ライフラインっていうのがなくなっていくとどん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 ね。だからみんな壊死してっちゃうんですよ。つまり、そういう限界集落みたいなところっていうのはさ、郵便局の人とかがね来てくれてとかさ、それでも鉄道が走っててみたいなのがあったからさ、それでも普通に生活できてたのがさ、そういうのがどん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 切り捨てられていっちゃうと、結局壊死していくってことですよね。末梢の血管とね一緒ですよ。血液の流れがなくなったら栄養いかなくなってどんどん死んでいくっていう、一緒ですよ本当に。うん、だからね、日本もね、郵便局ね、国がまた買い取ってくんねえかなと思っちゃうよね、やっぱりね。だってサービスだって良くなったんだか悪くなったんだかっていうね、なんか複雑になったっていうか、めんどくさくなったっていうか、まあ国際郵便の問題なんかもいろいろあるんだけどさ、国際郵便なんかだとね、ほら国だけで決めただけじゃなくて、国際的に決められた中で動いていくっていうところもあるからさ、超めんどくさくってさ、特にさフランスって結構厳しいんだよね、こう荷物送る時って。だからね、めんどくさいフランスはちょっと。前はそんなことなかったけど、なんかねフランスってちょっとめんどくさい国よねってやっぱり思うわ。まあいいわ、そんなことどうでもいい。これ美味しいわね。これ何度も出てきてると思うんですけど、まあやばいな、これ食べ続けたら今日中に終わっちゃうかもしれないから、ちょっとこの辺でやめとこうと思うんですけど、とにかくこう二度漬けっていうの、これ二度漬けでいいんだね。二度漬け濃厚、超うまいねこれはね。まあこれで終わりにします今日は。うまい。うまい。はい、というわけで、はい、終了。はい。というわけで今日はここぐらいにしときますわ。はい。おまけもね、これで終了っていうことにしときます。はい。じゃあ、また近いうちにお会いしましょう。はい。じゃあね。バイバイ。